こんにちは、もずくです。今回は江ノ黒島に住む貫禄、アーシンと源氏の3人の動物のお家をリフォームしていきます。それぞれこの島での設定もあったりするので、そこも入れつつ作っていきます。それではどうぞ。まずは川沿いの住宅地に住む貫禄のお家からリフォームしていきます。貫禄はこの島では漁師として働いているんですけど、魚屋さんではないので内装は住居として作っていきます。まずは元のお部屋を片付けて、貫禄には漁師さんっぽい格好になってもらいます。で、いつもと同じように内装はお家の周りの景色と統一感を出したいなと思っているので、青を差し色に入れていくのと、源氏のオーベル餅と違って貫禄は質素な暮らしをしてそうだなと思ったので、メインの壁にシックな茶室の壁を使って、床は廃墟の床、アクセントウォールにストローな壁を使います。で、窓はなし、エントランスは暗い木、明かりは白い明かりで暗めにしておきます。で、環境音はお家の周りは割と木が多いので森にしておきます。では次は間取りを決めていきます。今のままだとちょっとさすがに生活しづらい床なので、ダークなフローリングタイルを2列分敷いておきます。で、今回このお部屋の中に作るスペースなんですけど、なるべく狭く見せたいなと思うので、ご飯を食べるところと寝るところのみで作ろうかなと思います。見えてる部分はその2つだけなんですけど、さすがに生活するには他のスペースもいるかなと思うので、まず木製の柱を置いて、柱と柱の間に仕切り壁を挟みます。で、仕切り壁の前には障子の前デザインを貼ったシンプルなパネルをこの奥につながるドアとして置いておきます。で、ここは正直見えないんですけど、一応一マス空いているので個室トイレを置いて、この奥はトイレということにしておきます。で、今のままだとこの柱と壁の隙間が気になるので、もう一列柱を足してマス目を合わせるために反対側にも柱を置いておきます。で、今の状態で手前が玄関、奥が生活するスペースっていう感じになっているんですけど、もう少し分かりやすく分けるために柱をラグの境目に置いておきます。はい、これでお家の間取りが決まりました。実際生活できるスペースはこんだけしかないんですけど、ドアを置いて奥につながってそうにしたことでリアルな狭さに見えるかなと思います。で、やっぱどうしても部屋の形って四角なので、こんな風に一部いけないところとかも作ってあげると毎回違いを出せるかなと思います。ではここからは家具を置いていきます。寝るところよりもご飯を食べるところの方が狭そう、小さそうだなと思ったので、こっちの広いところを寝るところにしようかなと思います。で、今回寝室を作るのに使う家具がこの服のコーナー陳列シェルフです。今のままだと服屋さんすぎるので、これを反対向きに置いて、さらにもう一つ反対側に置きます。そうすると柱よりも背の低い柱に見えなくもないかなと思います。で、これをなんで使ったかというと、この間に木製の仕切りカウンターを入れて、さらに壁に障子の前デザインを貼ったチッコールステッカーを貼って、窓際を飾り付けました。これを通常の柱で作ると柱が多すぎてくどくなってしまうので、今回はこの家具を使って柱を作ってみました。どうでしょうか？多分和風じゃなくても使えると思うので、ぜひ使ってみてください。で、さらにもう少し変化を出すために木の窓の前デザインを貼ったチッコールステッカーを壁の一番上に貼っておきます。で、ついでにトイレのところも壁を変えておきます。はい、手前から見るとこんな感じです。では早速ベッドを置いていきます。ベッドはシンプルなベッドを使います。
これを布団だとせっかく作ったこの窓際に対して高さが足りなさすぎるのと、家具を置くところが少ないので、なるべく高低差で変化を出せるように和柄のパターンを使ったシンプルなベッドを使いました。で、左右はシンプルなチェストを置いておきます。はい、これでベッド周りは完成しました。ではここから飾り付けをもう少ししていきます。ベッド周りに明かりが欲しいなと思うので、キャンドルを置くんですけど、このキャンドルは火を消して使います。っていうのも、全体的に彩度が低いレイアウトになっているので、ここに鮮やかな赤が入ってしまうと、どうしてもキャンドル周りに目がいってしまうので消しておきました。なので明かりをもう少し足します。壁沿いにあんどんを置いて、さらにフラワーシェードのスコンスを柱の中に仕込ませます。はい、こんな感じになりました。で、あとは無難に木箱と着替えの服と漁師の面影を出すために魚拓を飾っておきます。はい、これでベッド周りは完成です。では次はご飯を食べるところを作っていきます。ご飯を食べるところは最初にも言った通り小さめに作ろうかなと思うので、この狭さの中に入れていきます。で、テーブルなんですけど、テーブルが和のテーブルで1マスで背が低いテーブルっていうのがなくて、木製のスツールも考えたんですけど、やっぱなんかちょっと違うのと小さすぎるので、今回は木箱を使います。で、今のままだと木箱すぎるんですけど、これを周りに座布団を置いて、木箱の上にカッティングボードを置いておきます。はい、するとどうでしょうか。周りに座布団を置いたのと、食べ物に関係する小物を置いたことで、ただの木箱がテーブル代わりに木箱を使ってるっていうストーリーが見えるようになったかなと思います。ではもう少し飾り付けしていきます。ここに青が入っているので、バランスを取るためにクッションを置いて、テーブルの上に和風な照明とドアの上に縦長のレーンを設置しておきます。はい、これで生活するスペースは完成しました。では残りの部分を飾り付けしていきます。生活する部分は完成したんですけど、さすがに寝るところとご飯を食べるところとトイレだけじゃ生活できないかなと思うので、キッチンとか倉庫とかにつながりそうな入り口を作ろうかなと思います。カーテンのパーテーションを入り口の左右に置いて、ドアを開けた時でも違和感がないようにドアの前デザインを貼ったチッコールステッカーを仕込ませておきます。で、入り口の上には壁掛けキャンドルを火を消して設置しておきます。はい、これでより生活がリアルになったかなと思います。ではもうちょっとだけ床を飾っていきます。一応ここの手前が玄関になっているので、下駄を置いて左の手前に円座と仕事で使いそうな木製のバケツを置いておきます。はい、これで床に置く家具は置き終わりました。ではあとは壁を飾り付けていきます。左側の壁にオリエンタルな飾り棚と、右側の壁にシンプルなウォールシェルフを飾ります。で、最後に入り口の横に障子のチッコールステッカーを扉として使ってシンプルなウォールシェルフを飾ったら、これで貫禄のお家は完成です。次は貫禄と同じ川沿いの住宅地に住むアーシンドのお家をリフォームしていきます。アーシンドはこの島では陶芸家として働いているので、お家は作業場にしようと思います。ではまずはこの現代的なお部屋を片付けて、アーシンドには陶芸家っぽい服に着替えてもらいます。で、もちろんこのお部屋もお家の周りの島影と統一感があるように青を差し色に入れていきたいなと思うんですけど、それに加えてアーシンドのこの明るい茶色というかオレンジっぽい色にも合うようなお部屋にしたいなと思うので、メインの壁は節ありウッドウォールにして、床はよくある床板、アクセントウォールにボロい土壁を使います。で、窓はなし、エントランスはそのまま。
明かりは白い明かりで暗めにしておきます。で、環境音も貫禄と同じ場所に住んでいるので同じく森にしておきます。ではここから間取りを決めていこうかなと思うんですけど、陶芸家の作業場のイメージが実際に作品を一からぐるぐる回したりとか土を練って作る場所と、その作品を焼くところと、さらにできた作品を並べる場所とかがあるイメージなんですけど、今回は焼くところはなしで作っていこうかなと思います。っていうのも、お部屋自体が狭いのもあるんですけど、あとは部屋の中に焼くところっていうよりかはどっか壁の一面にドアを貼っつけてちょっと外に出られる場所を作って、その外で焼くところがあるっていう設定にしたいなと思ったので、今回はこのお部屋の中には焼くところは作らずに作業場を作っていこうかなと思います。で、その作業をする場所なんですけど、このお部屋全部を使うわけじゃなくて、この古い虫子のラグの面積で作業をしようかなと思います。で、奥の壁沿いに作品を並べる場所を作りたいなと思うので、カウンターテーブルを2つ並べて、でさらに実際に作業をするところからちらっと作品が見えるようにしたいなと思ったので、木製の柱を2つ並べて、その間にパーテーションを置きます。で、もう少し作品を飾る場所が隠れててほしいので、ヌヘヌヘ柄のパターンを貼った縦長のれんを柱の左右にくっつけます。で、そうなると右側ののれんの終わりが馴染んでいないのが気になるので、その位置に合わせて仕切り壁を置きます。で、この仕切り壁の後ろのスペースはちゃんとアーシンドが生活するお部屋にもつながっているようにしたいなと思うので、後ろに階段ダンスを仕込ませて、残りは木製の柱で埋めておきます。で、さらに階段の先にも入り口をつけておきます。はい、これでざっくりと間取りが完成しました。ではここからそれぞれのスペースを作っていこうかと思います。まずちょっとだけラグを手前に出してもいいかなと思ったので、半マス分だけ前に出します。で、先に後ろ側から順番に埋めていった方が全体のバランスを取りやすいので、作品を飾るところから作っていきます。ここはお家の周りと、あと町屋通りにもたくさんアーシナの作品が並んでるんですけど、それと同じリメイクのものを並べようかなと思うので、大きな絵皿とセージの壺、小ぶりな壺と立派な壺を並べておきます。で、あとは壁に作品の説明とか作品の名前が書かれてそうな額入りポスターを飾っておきます。はい、これで作品を飾るスペースは完成しました。では次は実際に作業をする場所を作ります。作業をするにはテーブルが必要かなと思うので、1枚板のテーブルを置いて、その上に薪と素焼きの食器を置いておきます。で、さらに木製スツールと和風な照明も配置しておきます。ということで作業をする場所は完成です。で、ここから焼く場所につながるドアを作ろうかなと思うんですけど、それはテーブルの左側の壁に作ろうかなと思います。障子の前デザインを貼った蓄光オールステッカーを4枚貼って、このままだと入り口なのか分かりづらいので、その上に1枚板の看板を設置しておきます。はい、そうするとどうでしょうか。これだけでお部屋が広く感じるようになったかなと思います。ではあとは残りの部分を埋めていきます。こういう作業場って物が多いイメージがあるので、樽を至るところに置いて、さらに土が入ってる積まれた袋も置いておきます。で、次なんですけど、ちょっと仕切り壁の前が寂しいなっていう感じがしたので、柱を1列分消して1個奥に下げて、仕切り壁の前にアンティークなワードローブを置いておきます。で、その上にさらに木箱とデメキンを上に置いておきます。
これを下に置いたりとか、こっちの飾るスペースに置くと水が見えてしまうので、なるべく見えづらい位置に置いておきました。ではもう少し飾っていきます。まず明かりが手前側にも欲しいなと思ったので、あんどんを置いておきます。で、あとは右側にもう少しだけ青が欲しいなと思ったので、陶器のジャグを置いておきます。で、次に入り口なんですけど、後ろの詰まり具合に比べてちょっと物足りないなと思ったので、ラグを敷こうかなと思ったんですけど、ラグがこの和風の雰囲気に合うものがなくて、なのでひらめきました。はい、ヨガマットです。ヨガマットってマイデザインを貼れるのと、ちゃんと動物が上にも歩けるので、ラグとして使えることに気づいて使ってみました。これだったら今後どんなジャンルでもマイデザインさえあれば、あとパターンも使えるので、使いたいラグがない時に対応できるかなと思います。で、あともう一つだけ左側にちょっと濃いブラウンの色があってもいいかなと思ったので、木製のバケツを置いておきます。はい、これで床に置く家具は置き終わりました。では次は壁を飾っていこうと思います。まず正面の壁なんですけど、軽く何かあってもいいかなと思ったので、シンプルなウォールシェルフを飾っておきます。これは額縁の数と合わせるのではなくて、あえてずらしておいてわざとらしくないようにしておきました。では次は左右の壁を飾ります。右側は結構広く空いているので、オリエンタルな飾り棚を飾って空間を埋めます。で、左側の壁のドアの右側も広く空いているので、ここも同じくオリエンタルな飾り棚を飾って、入り口の左側は表彰状を飾っておきます。で、次は手前の入り口側の壁を飾ります。こっちは入り口の上にシンプルなウォールシェルフを飾って、今見えてる右側の壁と同じように表彰状があってもいいかなと思ったので、ちょっと離れたところに飾って、右側は掃除をするためのほうきとちりとりを飾っておきます。で、最後に家具で隠れるところにフラワーシェードのスコンスを仕込ませて、これでアーシンドのお家は完成です。最後は現地のお家をリフォームしていきます。お店とかではなくて自宅として作っていくんですけど、現地はオーベル持ち設定なので、豪邸と分かるような内装にしていこうと思います。はい、すでにオーベル持ちそうではあるんですけど、一旦片付けて、現地にはオーベル持ちに見える服に着替えてもらいます。では壁床を決めていくんですけど、普通に自宅なのでスタンダードな茶室の壁にして、床は玉砂利の床、アクセントウォールに襖を使います。で、窓はちょっと迷ってるんですけど、一旦ありにしておいて、エントランスは石、明かりは黄色い明かりで暗めにしておきます。で、環境音は周りに木がすごい多いわけではないので高原にしておきます。では間取りを決めていくんですけど、豪邸のお家ってすごい玄関が広いイメージがあるので、思い切って今回は玄関だけのお部屋にしようかなと思います。なのでまずナチュラルなフローリングタイルを2列分敷いて、玉砂利の方が土足で、こっちは靴を脱いで上がる場所ということにします。で、ただ玄関だけではなくて他のお部屋につながっているように見せたいなと思うので、階段ダンスで階段を作って、その横に壁代わりに床の間を置きます。で、その手前に木製の柱を置いて、さらに天井に縦長のれんを配置して階段の先が見えないようにしておきます。で、今襖の扉が4枚見えてると思うんですけど、これをあえて仕切り壁で2枚分隠します。壁を置いたことで正面にも右側にも進めるようにしたことで、部屋数が多く見えるようになったんじゃないかなと思います。なんですけど、せっかくなのでここはまたさらに階段を付け足します。で、階段の先は木製の柱で埋めておきます。
で今ここが片側だけに柱がある状態なので、反対側にも足してバランスを取ります。はい、今のところこんな感じです。どうでしょうか？ちゃんと豪邸の玄関らしくなってきたかなと思います。ではもうちょっとだけ間取りを工夫します。豪邸の玄関なので、お客さんとかが玄関に入ってきた時に豪邸だってわかるような装飾というか、そういうのをしたいなと思うので、この仕切り壁の前に床の間を置きます。でさらに柱をラグの境目に置いてなじませます。で階段がもうちょっと見えててもいいかなと思ったので、半マスだけ前に足して柱も足しておきます。はい、ということでこれで間取りが完成しました。では次は壁に工夫をしていきます。和風の豪邸って壁の一番上とか襖の上とかに木で装飾されてたりするじゃないですか。その感じを表すためにチッコールステッカーで一周回します。はい、実際使ったものはちょっとシンプルなんですけど、でもあるのとないのとでじゃあ印象が変わるかなと思います。でさらに階段の先をなじませるためにまたチッコールステッカーを貼っておきます。はい、ではここからどんどん飾り付けをしていきます。玄関なのでそこまで置けないんですけど、もうちょっとオーベル町っぽく見えるように床の間の上に大きな絵皿を置いて、さらにその横に竹のスツールと松の盆栽を置いておきます。で玉砂利側にも家具を飾りたいので、あんどんを左右に置いて、その後ろにネジカウンターと苔玉を置いておきます。であとなんですけど、もうさすがに床に置けるものがないので下駄だけ置いておきます。オーベル町なんで使用人とかがいそうだなと思ったので3つ置いておきました。でここら辺で一旦明かりの確認をしたいので窓をなしにしてみます。はい、どうでしょうか？明るいのもいいかなと思ったんですけど、暗い方が重厚感というか雰囲気が出てオーベル町っぽくなるかなと思ったので、こっちでいこうかと思います。ではもう少しだけ装飾をしていきます。まず左右の壁にオリエンタルな飾り棚を飾って、床の間の上に吊るし棚も飾っておきます。で次なんですけど、ちょっと左側の壁沿いが寂しいなと思ったので、窓をなくした代わりに額入りポスターの中に障子のマイデザインを貼って窓を作っておきます。で次に入り口側の壁なんですけど、ここは左右に竹の一輪挿しと一枚板の看板を飾っておきます。でちょっとあんどんの色が竹のスツールと襖の上の色と合わせてもいいかなと思ったのでナチュラルウッドに変えておきます。で最後に家具で隠れるところにフラワーシェードのスコンスを飾って、階段の上にも和風な照明を飾ったら、これで源氏の家は完成です。いかがでしたでしょうか？今回は3人の動物たちのお家をリフォームしてみました。
貫禄と現地のお家は玄関付きにしたので、生活の差が特に分かりやすかったかなと思います。ぜひ好きだったお部屋やお気に入りポイントなどコメントで教えてもらえると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。